こんにちは。今日のポッドキャストでは日本の近所を歩くというテーマでお話しします。朝、家のドアを出て静かな道を歩きます。小さな家やアパートが並んでいて、花のある庭も見えます。すれ違う人はおはようございますと挨拶してくれます。日本の近所にはゆっくりした時間が流れています。少し歩くと小さな公園が見えてきます。ブランコや滑り台があって、子供たちが元気に遊んでいます。おじいさんとおばあさんがベンチに座っておしゃべりをしています。犬を連れて散歩している人もいます。とても賑やかで優しい空気が流れています。公園を出ると小さなパン屋さんがあります。ガラスの窓から中でパンを作っている様子が見えます。朝のいい匂いがしてお腹が空いてきます。人気のお店なので朝からお客さんがたくさん来ています。店の人がいらっしゃいませと元気に言ってくれます。パンを一つ買って道端のベンチに座って食べます。温かくてふわふわでとても美味しいです。近くには猫がいて気持ちよさそうに日向で寝ています。静かな音と風の中でのんびりした時間を楽しめます。こういうひとときはとても大切だと感じます。道を歩いていると小さなお寺が見えてきます。木の門をくぐると静かで静かな空気が流れています。お賽銭を入れて手を合わせてお祈りします。時々外国人の旅行者も写真を撮りに来ます。日本の伝統が感じられる素敵な場所です。お寺の近くには小さな図書館があります。子供から大人までいろいろな人が本を読みに来ます。静かな音楽が流れていて、ゆっくり本を選ぶことができます。日本語の本だけでなく、英語の本もあります。毎週のように来る人もいて、地域にとって大事な場所です。角を曲がると800屋さんが見えます。店の前にはたくさんの野菜や果物が並んでいます。いらっしゃい、今日はトマトが安いよと店のおじさんが声をかけてくれます。お客さんとの会話が楽しくて買い物がもっと好きになります。800屋の向かいには魚屋さんがあります。新鮮な魚が並んでいて、店の人が元気な声で魚の名前を教えてくれます。お年寄りのお客さんが多くて、みんなゆっくりと選んでいます。店の前では小さな会話が生まれていて、街のつながりが感じられます。道の端には自動販売機がいくつもあります。ジュースやお茶、コーヒーなどが売られています。時々ちょっと珍しい飲み物もあります。小銭を入れてボタンを押すだけですぐに飲み物が出てきます。便利で日本らしい風景の一つです。少し歩くと小学校の前を通ります。子供たちの元気な声が聞こえてきて、なんだか嬉しい気持ちになります。学校の周りには交通ルールを守るための印や子供を見守る人もいます。安全を大切にする日本のまちづくりがわかります。信号を渡ると静かな住宅街になります。家と家の間には小さな道があって、車があまり通らないので安心です。どの家もきれいにしてあって、花や植物が並んでいます。毎日少しずつ手入れをしているのがわかります。住宅街の中には小さなカフェもあります。コーヒーの匂いが漂ってきて、つい入りたくなります。中にはテーブルがいくつかあって、ノートパソコンで仕事をしている人や本を読んでいる人がいます。静かでくつろげる場所です。カフェの近くには古い文房具屋があります。鉛筆やノート、封筒などがきれいに並んでいます。昔ながらのお店で、店の人もとても親切です。小学生が文具を買いに来たり、大人が手紙を書く紙を探したりしています。また道を歩いていると、近くからお醤油の匂いがしてきます。そこには小さなラーメン屋さんがあって、ランチの時間にはお客さんでいっぱいです。店の中は賑やかで温かい雰囲気です。こういう小さな店が近所の人気スポットです。道に沿って歩いていくと川のある場所に出ます。川の周りにはベンチがあって人が座ってのんびりしています。川の音が心地よくて鳥の声も聞こえてきます。自然の中で心が安らぎます。ここは近所の人たちの一休みの場所です。川のそばには小さな神社があります。赤い鳥をくぐって静かな空間に入ります。神社の中には木がたくさんあって、夏は日陰ができて涼しくなります。お参りをする人の姿も見えて、日本の宗教文化を感じます。
神社の近くには小学校の友達とよく遊んだ広場があります。今も子供たちがボールで遊んでいて、私も小さい頃を思い出します。近所の広場は子供たちの大事な遊び場です。いつも笑い声が聞こえてきます。夕方になると近所の通りがオレンジ色に染まってきます。仕事や学校から帰ってくる人たちが少し急ぎ足で歩いています。犬の散歩をしている人もいて、一日の終わりが近づいているのを感じます。夕日の光が家々を優しく照らしています。日が暮れると街は静かになります。電灯がついて優しい光が道を照らします。近くの家からは晩ご飯の匂いがしてきます。カレーや味噌汁の匂いが混ざっていて、なんだかほっとします。こういう時間が好きです。今日のエピソードでは、日本の近所を歩いて見つけたいろいろな場所や人との出会いを紹介しました。小さなお店、公園、神社、学校など日常の中にある素敵な風景は日本らしさを感じさせてくれます。またこんな風に街を歩いてみましょう。聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードで会いましょう。じゃあまたね。